こんばんは。はるです。今回はバーサスティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回はですね、ハイスの選手だったりとか、SVC 目標できている選手をティアリストにまとめました。で、それでは早速紹介をしていきたいなと思います。こちらがバーサスのティアリストになります。まずは D ですね。D はですね、モラタ、ファイヤのモラタとアイスのモラタを入れました。まずはファイヤのモラタですね。モラタに関してはそこまで使いやすい選手では、なくって、ペースはこちらの方が速いんですけれども、そこまで大差はないという選手ですね。プレイスタイルプラスに関してはパワーシュートがついているので、パワーシュートを使う方にとっては、いい選手になるのかもしれないんですけれども、総合的に1試合通して、どれだけ活躍できるのかっていう風な部分を考えたときに、そこまで強い選手ではないなという風には思いますね。で、そして続いてはアイスですね。アイスのモラタもそんなにやっぱり差は、ないんですけれども、プレイスタイルのプラスでこちらはパワーヘッダーが、ついてますね。ファイヤーに比べるとペースが若干、落ちますけれども、ただ、そこじゃないかなっていう風な、ところで、一応クロスゲーをする方だったら、モラタは結構おすすめな選手には、なりますね。ただ今の現状、クロスゲーをするんだったら、モラタじゃなくてもいいっていう風にも、言えるので、その中でやっぱクロスゲーをする方、ほんとクロス一辺倒っていう風な、使い方しかちょっとできないかなという風には、モラタは思います。ファイヤーもアイスも。ってなると、まだアイスの方がパワーヘッダーがついてるので、まだいいのかなっていう風にも思いつつ、ただそこまでランクを隔てるほどの、差はっていうのはなく、どちらもそこまで強い選手ではないかなと、そういう風に感じますね。で、そして続いては C ですね。C はですね、バーサスファイヤのシソコ、そしてアイスのシソコ、そしてバーサスファイヤのロリエンテ、そしてアイスのロリエンテ、そしてバーサスファイヤのアセンシオ、そしてアイスのアセンシオと、このような感じになってます。まずはファイヤのシソコですね。シソコに関しては逆足が3という風な、ところが少し残念ではあるんですけれども、ブルーザのプラスを、備えてますね。こういうのは本当にフィジカルが強くって守備的な選手に、なります。その分やっぱりどうしても重たさっていうのがあったり、しますし、ペースもね、そこまで上がったっていうわけではこのファイヤの、ね、バージョンはないので、もうちょっと正直早ければ良かったかなっていう風には思います。若干チープビエラの、ような使用感ですけど、ただビエラほど理不尽さはないっていう風な感じですね。まだ使えなくはないんですけれども、それでもちょっと代わりがいてしまうような、そんな選手にはなりますね。で、そしてアイスのシソコになります。ファイヤーと比べてだと逆足が4になっているっていうのが一つ特徴かなと思いますし、プレイスタイルもシールドのプラスに変わっているという風な選手ですね。フィジカルの強さっていうのは、そこまで変わりはないんですけれども、ただやっぱりブルーザープラスの方が、いいのかなと、個人的には思いますね。ただこちらのシソコの方が、パスが非常にうまいです。逆足も読んで、パス面がうまいので、ドリブル自体はどちらも重たいんですけれども、パスではたけるというか、ちゃんとつなげる確率が高いっていうのは、こちらのアイスの方なんじゃないかなというふうには思いますね。なのでファイヤーの方が守備特化というか、そういう選手で、アイスの方がちょっとビルドアップもできる、そういう風なね、違いがあるんじゃないかなと思いますね。で、そして続いてロリエンテですね。ファイヤー版のロリエンテからいきたいと思うんですけれども、こちらはラピッドのプラスを、備えてます。スキル逆足ともに4っていうのは非常に素晴らしいですし、速さがある選手に、なりますね。で、スタミナ99っていうのも非常に素晴らしいと、思いますし、プレイスタイル面も非常に豊富です。ラピッドのプラスと、あとは白の、ところで7つも、プレイスタイルついてるので、全然、この人もやれなくはない。ただ、冷静さがちょっと低すぎるなっていうのは個人的には気になりますね。で、敏捷性も低いので、本当にやっぱりスペースがある中で、大幅なというか、大きな歩幅使って、ぐんぐん運んでいくっていう、そういう部分しかないかなと、個人的には思いますね。で、そして、アイスですね。アイス版のロリエンテ。こちらもスキル逆足ともに4という風なことになるんですけれども、アイス版はテクニカルのプラスになってますね。プレイスタイルが変わってます。
で、こちらのアイスはファイヤーに比べるとフィジカルがプラス8上がりをされてますね。ペースはそこまで変わらずっていう風な感じで、あとはシュートもちょっとあんまり上手くなくなってる。フィジカルが上がって、シュート値が低くなっているという風な感じですが、ドリブルもちょっと低いですかね。ただそもそもやっぱこの人もそこじゃないっていうところで、まず冷静さがどちらも低いですね。このロリエンテも、冷静さ72っていうのはちょっとかなり、低い数値にはなってしまってますし、ちょっとね、ロリエンテっていう選手自体、プレイスタイルもね、豊富で、スピードもね、あるアタッカーの選手にはなるので、やっぱりね、惜しかったなと、個人的には思いますね。両方とも、もしくは、やっぱりどちらか一方、冷静さがめっちゃ高いやんっていう風な感じだったら、またちょっと違ったのかなと、個人的には思いますね。スパサブとかで使う人の方がもしかすると多いかもしれないので、そういう風になってくると、ファイヤーの方がまだおすすめなのかなっていう風には思います。ただ、ランクを分け隔てるほどの、差っていうのはないですね。で、そして続いてはアセンシオ。まずはファイヤー版からいきたいと思うんですけれども、アセンシオもですね、能力的には、やっぱりそこまで大きく上がっては、ないですし、もう足りないかなっていうふうに思います。ただ、ファイヤーの場合はスキルが5になってますね。今週のプラスも備えてますね。結構ロングシュート値だったりとかカーブ値が高いので、意外とこう決めきる、ロングの今週っていうのも決めきる選手にはなってますね。ただやっぱり逆足3っていうのはどうしてもね、気には、なってしまいますし、ドリブルもね、なんていうんですかね、重たいわけではないんですけど、やっぱりね、なんか軽くはないというか、スキルを出すんだけど、エラシコとか出すんだけど、細かくないというか、大きくエラシコ、グーンみたいな、そういう風な感じで取られてしまったりとかがあるので、どうしてもね、なんかね、微妙っていう風な、もうほんと率直な意見で微妙っていう風なね、ドリブルな、感じがしますね。スキル5っていうのは非常に素晴らしくですね、良かったんですけれども、どうしても能力的な部分ですかね、あまり足りてないなと個人的に感じることが多かったですね。で、そしてアイス版ですね。アイス版はですね、逆足が4になってるかな。で、スキル逆足ともに4という風なことになっていて、ペースはファイヤーと比べるとね、劣ってしまいます。マイナス6ぐらいかな、されてはいるんですけれども、全体的な能力が、ちょっと上がっている。バランスがいいという、本当キャムタイプのアセンシオになってますね。ポジションも違うので、キャムになった。なので、ほんとファイヤーの方がよりアタッカーで、アイスの方がちょっとこうバランスを取るキャムというか、トップ下中盤的な選手になっているという風な感じですね。で、アイスの方はテクニカルのプラスを、備えては、いるので、まだコントロールスプリットで運んでいけたりとかはするのかな。ただどうしても、そんなにドリブルの数値も変わりはないので、コントロールスプリントが新たにできるようになったみたいなスキルを失って、コントロールスプリントの推進力を手に入れたみたいな、そういう風な感じになりますかね。で、そして続いては B ですね。B はですね、バーサスファイヤーのスピナッツォーラ、そしてアイスのスピナッツォーラ、そしてバーサスアイスのトリッピア、そしてバーサスファイヤーのフラデツキ、アイスのフラデツキと、この5枚のカードになってます。まずはファイヤーのスピナッツォーラですね。こちらのバージョンはですね、スキルが5になってます。さらにプレイスのプラスでラピッドがついているという、そういうカードになりますね。より攻撃性能が増した、スピナッツォーラになっていて、ちょっとこうクアドラードっぽい、選手になりましたね。ペースも速くってっていう風な感じ。ただやっぱりフィジカル面が弱かったりとか、守備能力もうちょっと欲しいなという風には思うので、その中でやっぱりもう少し守備ができる選手、サイドバックはいるかなというふうには思いますね。なのでやっぱり、ウイングバックとかが一番最適なんじゃないかと思いますね。で、そして続いてアイスですね。アイス版のスピナッツォーラ。この人は逆に、元々の、金のポジションでもあった左サイドバックを、やっている、登録ポジションとして持っている選手になりますね。こちらのスピナッツォーラは逆足が、5になっているということになりますね。この逆足5になったことによって、やっぱりもともとね、右利きだったんですけれども、左足でもね、しっかり正確なパスが通すことが、できます。パスはやっぱりこっちの方がうまいですかね。アイスの方がうまい。ですね。なので個人的にはやっぱ守備もこちらの方がいいので、攻撃に上がらせないっていうか、もうちょっと守備もできてほしいなって思う方であれば、こちらのスピナッツォーラの方がいいんじゃないかなというふうには思いますね。
ただまあこちらはやっぱ冷静さが低いし、やっぱりそこまでなんか良くないなって思う時も、あるっていう風な感じですね。まあほんと強いて言えばやっぱり自分的にはアイスの方がいいかなという風に思うんですけれども、ただ、そうですね、この人もランクを分け隔てることは、ないかなと。そこまで差はないかなという風な感じですね。でそして続いてバーサスアイスのトリッピアですね。トリッピアですね、こちらのアイス版はポジションが変わりまして CM になってます。CM になったことで、少しね、ドリブル面だったりとかが上がってたり、しますし、パスはね、もともと上手い選手がそこからちょっと強化されたっていう風な感じですね。プレイスタイルのプラスに関してもロングボールのね、プラスがついてますし、逆足が4という風なところも非常にいいと、思います。守備能力高いですし、フィジカルはそこまで強くはないんだけれども、少しこうバランスを取る、どちらかというと守備的な、選手として全然使えるかなというふうに思いますね。個人的にやっぱりペースがもうちょっと上がってたら、より良かったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まだ全然、まだ使える方の選手かなと思いますね。でそして、続いてフラデツキーですね、ファイヤー版のフラデツキーになるんですけれども、キーパーは正直、そこまで変わらないですし、こんな2バージョンあったとしても、そんなには、変わりはないですね。並べてみると、リフレクティングかながちょっと高いのと、あとはスピードに違いも、ちょっとありますね。そんなに変わらないかな。あとはポジショニングか。もうちょっと変わってる。プラス3、マイナス3ぐらいされているっていう風な感じですけど、そんなには変わらないかなという風なところで、こちらも、どちらのバージョンも同じぐらいの値段ですし、カードデザインとかで選ぶのが個人的にはいいんじゃないかなという風に思いますね。でそして続いては A ですね。A はですね、バーサスファイヤーのスターリング、そしてアイスのスターリング、SBC で、来てる選手ですね。そしてファイヤーのマルタ、そしてアイスのマルタ、そしてファイヤーのカマビンガ、そしてアイスのカマビンガ、そしてバーサスファイヤーのトリッピアーと、この選手たちになってます。まずはスターリングですね。SBC で来ている選手、ファイヤーの、スターリングはですね、やはり逆足が5になっているという風なところと、シュート能力が高くなっているというのが一つ特徴かなと思いますね。で、プレイスタイルに関しても、パワーシュートの、プラスを備えていたりとか、あとはちょっとこう、アクロバティックが、ついていたりとか、ループシュートがついていたりとか、ちょっとこう、シュート関係の、プレイスタイルが多くついているという風な選手になってますね。若干ね、冷静さの部分が少し物足りないなというふうには思いますし、逆足をね、大事にしているって方ならこちらの方をね、作るべきかなというふうには思うんですけれども、スキルが、やっぱり必要っていう方は、次に紹介をするアイスの方がいいんじゃないかと、そういうふうに思いますね。やっぱりどちらかというと、シュートのね、能力高いので、フィニッシャーのスターリングと、そういうふうな位置づけがいいんじゃないかなというふうに思いますね。でそして続いてはアイスのスターリングになります。こちらのスターリングはですね、スキルが5に変更をされてます。で、シュート能力はファイヤーほど高くはないというふうなことですけれども、ドリブルの数値がちょっと高いよという選手になりますね。このドリブルの数値が高いからこそ、中身の冷静さっていうのが、4、違うと。4高くなってるアイスの方がプラス4という風な形になってますね。で、プレイスタイルに関してもテクニカルだったりとかがついてます。で、あとはトリック差のプラスっていう風な感じで、やっぱこちらの方がちょっとこうドリブル関係のプレイスタイルが新しくついているという風なことになってますね。なので、やっぱりファイヤーの方はちょっとこうフィニッシャー ST 向きな選手で、スターリングの方がちょっとサイド向きという風な感じですね。ただ、アイスの場合は、こういう時はやっぱ冷静さの値が違うからか、シュート能力そこまでなくても、全然決めきっては、くれました。なので、全然自分的には ST でもいいんじゃないかなっていう風には思うので、個人的にやっぱりアイスの方が、いいんちゃうかなっていう風には、思うんですけれども、これは結構本当にスターリングに関してはどちらももちろん強いので、その中で逆足を選ぶか、スキルを選ぶかとか、そういう風なところかなという風には思いますね。でそして、ファイヤーのマルタですね。バーサスファイヤーのマルタ。マルタはもともとね、スキル5、逆足4っていうのは非常に素晴らしいですし、このファイヤー版に関しては、ペースがね、85あるっていうのは非常に素晴らしいなと
思います。そして冷静さもね、驚異の94もあって、ドリブルが軽くって、パスもうまくって、シュートも打てるという、そういう選手になるので、フィジカル自体はそこまで強くは、ないんですけれども、ただ、十分強い選手、普通に渡り合える、そういう選手にはなりますね。で、そして続いてアイスのマルタになりますね。こちらも同様にスキル5逆足4というのは非常に素晴らしいですね。ただファイヤーに比べるとペースがマイナス4をされていたりしますし、フィジカルも少し弱くなってますね。で、能力的にこっちの方がいいっていうのは、パスかな。パスがプラス1っていう風なところなので、ちょっとね、アイスの方が、ちょっと、ファイヤーに比べると弱くはなってしまってるのかなと、個人的には思いますね。ただ、トリベルのプラスがついていたりとかはするので、一つこう特徴としてアウトカーブを持っているっていうのは、まあ、いいところなのかなというふうには思いますね。まあ、アイスでも十分ね、強さはあるんですけれども、ファイヤーの方が、まあ、もうちょっとこう強さを感じることが多いんじゃないかなというふうには思いますね。ただまあどちらも強くてランクを分け立てることもこの人もないので、共に A ということにしてますね。で、そして続いてファイヤーのカマビンガになります。この人は LB の選手になったことで、まあ、ペースがすごく上がっているっていうのが特徴ですかね。逆足3っていうのはね、少し残念ではありますけれども、よりこうちょっと守備的な選手になってますね。特にまあ空中戦とかエアリアルのね、プラスがついていたりとかは、するので、まあ、ペースの部分とそこの空中戦の強さっていうのを手に入れた、そういう選手になりますね。まあ、十分使いやすくって、ビルドアップにもね、関わっていけるような、サイドバックにはなるので、結構、個人的にはいいんじゃないかなというふうに思いますね。特にやっぱレアルのフランス人で、やっぱりメンディがめちゃくちゃ高いと思うんですけれども、メンディ買うまでとか、まあ、メンディにちょっと買われるような存在としてカマビンガはいいんじゃないかというふうに思いますね。で、そしてアイスのカマビンガーですね。まあ、こちらはボランチの選手として、まあ、守備能力っていうのがすごく高くなってますね。ファイヤーと比べても、大きく違います。ただフィジカルはこっちの方が弱いよっていう風な感じですね。ただやっぱりビルドアップ面、すごくやっぱボランチの選手、中盤の選手としてパスは非常に上手くなってますし、ドリブルもある程度軽いという風な選手になります。そしてプレイスタイルに関しても、まあ、シールドの、プラスがついていたりとか、あとはロングパスとか、まあ、ブルーザーとかテクニカルとか、まあ、本当にこう、守備と、あとはパス面とか、あとはドリブル面とか、まあ、そういうなんかいろんなものがついているっていうのもいいのかなというふうに思いますね。ただやっぱりカマビンガも、このボランチの方も逆足は3なんで、まあそこがやっぱりどうしても気にはなってしまう場面はあるんじゃないかなというふうには思いますね。まあ十分、共に強く、ファイヤーもアイスも強くですね、トップクラスの選手には、なるのでおすすめですね。で、そして続いてバーサスファイヤーのトリッピアーに、なります。まあ唯一ですかね、唯一に近いぐらいかな、ファイヤーとアイスを分け隔てたのが、個人的にはトリッピアーなんですけれども、このファイヤーのトリッピアーは非常に強いなと。いうふうに思います。サイドバックとして守備も、高いですし、そのフィジカルがそこまで強くはないんだけども守備能力を補っているという選手で、逆足も読んでビルドアップ能力もすごく高い、パスがもともと上手い、選手になりますし、レース差も90あって、まあ強いてはペースが若干もうちょっとあればっていう風なところではあるんですけれども、ただクロスのプラスもついてますし、本当にこうプラスの要素というかいい点が非常に多いなというふうには思います。結構ね化けたトリッピアーが来たなというふうには思いますし、個人的には十分 A ランクにこのファイヤーのバージョンの方はですね、入れてもいいんじゃないかなというふうに思ってここに入れてます。で、そして続いては S ですね。S はですね、バーサスファイヤーのソン・フミン、そしてアイスのソン・フミン、そしてバーサスファイヤーのネイマール、そしてアイスのネイマール、そしてバーサスファイヤーのラモス、そしてアイスのラモスと、この選手たちになってます。まずはソン・フンミン、ファイヤー版ですね。スキル4、逆足5という風なところもともとあって、素晴らしいなという風に思いますし、今週のプラスも引き続きついているという選手になってます。もう本当単純に、これまでのソン・フンミンが強化をされたっていうのがこのファイヤー版かなという風には思いますね。単純に、めちゃくちゃ強いですし、スタミナもね99あるっていうのは非常に素晴らしい点かなと
思います。若干ソン・フンミンは人によってなんかこうドリブルが重いなって感じる人もねいるかとは思うんですけれども、個人的には全然扱えるぐらいのドリブル能力ではありますし、やっぱりシュートがむちゃくちゃうまい、決定力が非常に高い選手で、今週っていうね飛び道具も一つ持っている、さらにペースもあるっていう選手にはなるので、非常にこうスキル5いらないっていう方にとってはめちゃくちゃ強い、そういう選手にはなりますね。でそして続いてアイスですね。アイス版のソン・フンミン。こちらもスキル役は足変わらず、4-5という風なことになっていて、キャムになってますね。ST じゃなくてキャム選手として、登場をしてきてますね。キャムという風なことで、やっぱり ST の選手よりかはパスは、うまいですね。かつドリブルに関しても若干高いかなという風なところですね。で、プレーサルのプラスでテクニカルに変わってます。今週じゃなくってテクニカルになっているというふうなことですね。こちらのソン・フンミンはシュート能力とか、もちろん今週じゃなくなったっていうことで、若干やっぱりね、シュートの部分で劣ってはしまいますけど、ただめちゃくちゃ普通に高いし、冷静さはこちらの方が高いので、全然テクニカルとかコントロールスプレーター運んでいって、シュートっていうのも普通に決めきれる、そういう選手になります。なので、そこまで大差ないかなっていうふうには、思いますね。なので、同じランクにしてるっていう風な感じにはなるんですけれども、パスうまいっていう、ソン・フンミンにパスをもっと要求するっていう使い方をしている方は、こちらは結構いいんじゃないかなっていう風には思いますね。でそして続いてネイマールですね。ファイヤの、ネイマールは ST に、ポジションチェンジを、されていて、やっぱり ST になったことで、シュート能力っていうのが非常に高くなってます。90までいっているという風なことですね。本当にもう何でもできるという選手になっていて、やっぱり金が若干ちょっとこう弱くなってきたなという風なところで、超強化をね、されたっていう風な感じ、スタンダードトラックよりも強くっていう風なカードが出てきましたね。ペースも非常にやっぱり89もありますし、トリックスターのプラスをもともと備えて、単純に普通にやっぱりこの人も ST に変わりましたけど、やっぱりシュートが能力的には少し低かったので、そこがもうすごく上がっていて、もう本当により何でもできるっていう選手になったのがこのファイヤーのネイマールになってますね。でそしてアイスですね。アイス版のネイマール。こちらはドリブルがうまいっていう風な感じですかね。ドリブルの方がすごく高くなっていて、シュートはそこまでではないんですけれども、例えば冷静さ97っていう風な部分で、非常に素晴らしいというふうには思いますね。この人もどっちがっていうわけではなく、どちらも最強、変える方を勝ったらええんちゃうかっていう風な、選手になりますね。で、そして続いてファイヤのラモスですね。センターバックの選手として非常に強くなりました。ペースは80まで行きましたね。もうちょっと欲しいなっていうのは思ったんですけれども、個人的にはやっぱり十分センターバックとして取り切る力っていうのは持ってます。本当に凄まじいなと思うぐらいで、ブルーザーのプラスも備えてますし、フィジカルでは負けない力っていうのを持ちながら、空中戦もかなり強くなりましたね。さらにこの人に関してはリアクション、冷静さっていうのも素晴らしく高くですね、積極性も非常に高いという選手にはなりますので、足が伸びてですね、なんかこうちっちゃい選手というか、そこまで大柄な選手ではないんだけれども、ちゃんとこう刈り取ってくれる、糧に取ってくれるっていう力がある、そういう風なセンターバックになりますね。そしてこのセンターバックのラモスと打って変わって、アイスはですね、ボランチの選手として出てきました。中盤の選手になってきましたね。このボランチになったことによって、逆足が4になっていたりとか、ビルドアップ面、パス面とか、ドリブルっていうのがすごく高くなってます。これによって、やっぱりリアクションだったり、冷静さもですね、97、98までいってますね。積極性は少し低かったりとか、ディフェンス能力自体はファイヤーの方が高くはなってるんですけれども、そこまで変わりはないっていう風な選手ですね。で、こちらのアイスの方は予測のプラスになってはいるのと、あとはペースがプラス1かな。ちょっとだけ速くなっているっていう感じにはなるので、もしかするとセンターバック起用はアイス版の方がいいかなっていう風には思います。本当に若干差をつけるのであれば、個人的にポジションチェンジができるのであれば、こちらのアイスの方がセンターバック起用としてはいいのかなっていうふうには思います。ただどちらもやっぱり最強になりますね。ペースはもうちょっと上がってほしいっていうのは個人的には、どちらもアイスもファイヤーもあるんですけれども、ただ、
正直どちらも、一気にトップクラスのディフェンダーの選手として出てきたなというふうに思います。さすがラモスだなと、そういうふうな守備を見せてくれると思いますね。まあという感じでこちらがバーサスのティアリストになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいの撮ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。